皆様こんにちは。宇治原実です。日本を元気に。日本人の美徳チャンネルです。本日のテーマです。日本を戦争に追い込んだ米国のオレンジ計画とは。ウクライナとロシアの戦争から世界はたくさんのことを学んでいます。その第一が自国の安全保障の問題です。世界第3位の核保有国であったウクライナが核をロシアに譲渡した結果、そのロシアがウクライナに攻め込み、挙句に核を落とすぞと脅迫しています。長年日本人が抱いていた憲法9条が日本を守ってくれるというのは幻想に過ぎないことを見せつけられました。また日米同盟は揺らぎないものとは過去となりました。日本人が命がけで日本を守らなければ、アメリカが自国の若者を犠牲にすることはありません。同時にアメリカの国益にかなわなければアメリカは動かないのです。先の大戦で日本が戦ったアメリカの対日戦略を学ぶことは非常に重要です。はじめにオレンジ計画とは、アメリカが日本に対して戦争を意識し、事前に計画を立て実行したものです。東京裁判では日本は共同防御、特にアメリカに対して戦争計画を持っていた罪で裁かれました。しかし日本はギリギリまでアメリカとの戦争を避けていました。天皇のご意向はあくまで戦争回避、話し合いによる解決でした。日本弁護のローガン氏が東京裁判で主張しました。日本は一貫して共同防御はない。むしろアメリカこそ日本を敵対国と認識し、一貫して戦争準備を行ったと。そのオレンジ計画でアメリカは日本を戦争に引っ込んだという事実を解説させていただきます。今後の日本の安全保障について理解の助けとなりますので、最後までご視聴ください。はじめにオレンジ計画の意味です。アメリカは仮想敵国を選び、各国に対するプランを練りました。虹の7色に例え、日本に対する計画をオレンジ計画と呼びました。日本が日清日露の戦争で勝利したとき、世界は2つの視点で日本を見つめました。第一はアジア人が初めて世界の大国、清やロシアに勝利した憧れの眼差しです。東京裁判で日本の無罪を主張したインドのパール判事は、この時少年でしたが、感動で震えたと記しています。アジアに独立の夢を与えました。第2は、日本の勝利がアメリカを必要以上に刺激し、日本を敵国と意識した疑惑の眼差しです。日清日露の戦争の勝利の代償は大きかったのです。セオドア・ルーズベルトからオレンジ計画が始まります。1897年に始まり、1941年、開戦まで44年間、8回改定されています。日米開戦時、大統領であったフランクリン・ルーズベルトは、いとこにあたります。新渡戸稲造が米国で武士道を表したとき、一晩で読み上げ、高く評価しました。友人や知人にぜひ読むようにと配った話は有名です。彼は親日派で日本を高く評価して飾ったと、日本人は彼を絶賛しました。しかし、彼のもう一つの顔は戦略家です。武士道から日本精神の強さと弱点を学び、日本戦略を練り上げました。ハワイ、グアム、フィリピンを得て、次は中国と日本でした。米国は覇権国家としての戦略を立て、中国の権益を日本から奪うつもりでした。そのため、日本の陸軍を中国大陸に留め、日本に先制攻撃させることもまたプランのうちでした。リメンバーパールハーバーでアメリカをまとめ上げ、対日及び対ドイツ戦争に動く大義を得たのです。アメリカ海軍はミッドウェーで日本海軍と対戦する。沖縄を取り、日本本土攻撃で決着する。何もかも計画通り、日本は見事に術中にはまったのです。ここで注目したいことは、アメリカは戦後の対日政策を戦争中に作成していたことです。それは今日まで続いています。占領政策として WGIP、War Guilt Information Program を立て、日本が
二度とアメリカに歯向かうことのないよう、徹底した洗脳教育を行いました。その最たるものが東京裁判です。アメリカが去った後も、アメリカの代理人が日本を貶めています。それが今日のいつまでも自立できない日本を生んでしまったのです。日本の自立とは、経済だけではなく、日本人としての誇りの回復から始まると私は思います。第二次大戦前までは歴史的にも文化的にも日本と英国は深い絆で結ばれていました。明治維新と産業復興をはじめとして英国は日本の近代化に大きく貢献しています。オレンジ計画の中心の一つがこの日英同盟の破棄と日本の孤立化で、これに成功したことが日本を戦争へと向かわせた大きな要因の一つです。今日、日英同盟の復活という話が出ています。日米同盟が揺らぎ始めた今、日英同盟の復活は非常に大切です。アメリカとは仲良くやっていかなければなりません。しかし、アメリカ一国に我が国の安全保障を委ねることは、命を委ねることにもなります。エネルギーの安全保障は、戦前戦中と同様、日本の生命線です。オレンジ計画で、日本は石油を断たれ、自衛のためやむなく開戦しました。台湾と尖閣は今も、守り抜かなければならない生命線です。石油をはじめ多くの物資がここを通るからです。アジアに権益を持つ英国とフランスは中国という共通の脅威を抱え、日本との連携を必要としています。日本戦略のオレンジ計画を逆手に取り、日本の弱点を強さに変えることが自立した強い国家となる近道です。歴史を学ぶ意味がここにあります。日本はアメリカ一辺倒から今こそ真の独立国となるチャンスを迎えています。皆様はいかがお考えでしょうか。それでは次回のご案内です。東京裁判を根底から否定した清瀬弁護人の強弁です。チャンネル登録とグッドボタンを押していただければ自動で通知が送られます。本日は最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。日本を元気に。